今回はスクエアフットガーデンという形でレイズドベッドって言って、パレットを使って、いろいろ作っていきたいと思います。そしてその方法はいろいろあると思うんですけど、私たちは、無料でもらったパレット、資材用の運搬パレットですね、それを分解していろいろ作っていきますので、動画に収めていきます。ものによっては釘とネジが入ってますので、こういうネジを全部取っていきます。今ここに置いてあるこのパレットが290センチ×90センチのパレットです。これが全部で8枚ぐらい、無料でいただきましたので、これを改装して、レイズドベッドを作っています。うちの畑には電源がないので、このような、充電式のカッターでいろいろ切ったりしています。で、基本的にですね、90センチの幅がありますので、90センチの半分で、45センチのところに線を入れ、これを2つに、割っていきます。では切っていきます。まあね、そんなに正確に切ってるわけじゃないんですけど、だいたい45センチのところで切るようにしています。それは、土の上に置いた時に完璧なものを求めているんではなく、0円でこの全てのものを作ろうとしているので、なるべく時間と、お金をかけないっていうことがメインのテーマになっています。半分に、切ることができました。で、このところに、これが半分に切れたんですけど、このところに、他の、パレットから外した板を埋めていきます。で、お金をかけなくてやるっていうのが一つのポイントですので。お金がないからね。向こうでお金がないからねって言ってるけど、その通りです。で、ここにちょうど間に3枚はまるかな、はめていきます。で、はまらないような場合も無理やりはめます。まあこんな感じになればいいかなと思ってるんですね。で、これを使うんですけど、今パレットを崩していった時に取れた釘、これも廃物利用で使います。これ結構曲がってるものもあるんですけど、直しながら使っていきます。無料でやるっていうのは時間とお金がかかる、時間がかかるだけですね。お金は無料ですから。このような形で釘をひたすら打っていくだけですね。で、埋めて。Yeah, because wife has gotten the cookie out. 奥様がひたすら釘を取っていてくれるから、この廃物利用の釘をひたすら使います。で、あまりにも曲がってるようなのはちょこっと直したりしながら。すごいですね。眩しいですね。6枚の板が打ち終わりましたので、次は縁を切り揃えていきます。これも、充電式の電池のやつでやっています。まあアメリカに住んでたことがあるもんですから、アメリカの時に買ったものがほとんどですね。こんな感じで両縁を切り揃えて、1枚が完成します。
これを今回は、3箇所作りますので、6枚ですね、全部でこの形に6枚作る形になります。そして最後のエンドキャップはまた別個の木で作りたいと思っています。今からエンドキャップを作っていきたいと思います。エンドキャップはこのパレットから外したちょっと太い方の木ですね、これを使って、作ります。これが約95センチありますので、95センチの半分で 47.5 ぐらいのところで、切っていきたいと思います。まず揃えます。 47.5 のところで線を引き、これを揃えて切っていきます。ただ私の場合ほぼ一人でこういうことをやりますので、こういう器具を使いますね。そうすることによって、揺れが収まるっていうことだけのためなんですけど、自分一人でやるときには切りやすいで、これをただ切るだけです。前にも言いましたけど、充電式のカッターで切っていきます。このような感じで半分に切ることができました。でこれを今から、板をつけていくわけなんですけど、そのあたりの説明をしたいと思います。だいたい今ので約半分ですね。こんな感じで、2枚のエンドキャップを作ることができると思います。前に横側を作った時にはこのような形でこの、柱になる部分を縦にして、縦っていうか長い方を出してくっつけました。ですけど今回のエンドキャップはこのような形で横にします。横にすることによってここのところに前のこの横板ですかね、それをくっつけるのに、こういうような感じで2枚こんな感じで並ぶような感じに、したいと思います。そのためにですね、この部分を約10センチ開けて後から切り揃えたいと思います。10センチ開けたもので作ってその後に、仕上げてまいります。以前作った時にも同じなんですけど、最初のパレットが約2センチ上から木が空いてましたので、そのまんまの形で作っていきたいと思ってます。で幅としては110センチ、こっからここまでの幅を110センチにしたいと思っています。110センチで取りましたので、真ん中の55センチがセンターになります。ですからセンターを合わせてこれも釘打ちしていきます。はい、この幅が横に10センチで、こっからここまでが110センチで、55センチのセンターで、今から作っていきます。ただ木がみんないっぱいあるわけじゃないもんですから、このところでこういう端材を揃えていきます。無料でやるっていうことはこういうことですね。なるべく上手に、使えるものを使うっていう形ですね。縦軸に対して5列板を打ち据えることができました。でこの後ここを約 8.5 センチのところでざーっと切り揃えていきますので、よろしくお願いいたします。 8.5 で、切り揃えるって言っても私も結構適当な人ですから、
この板に対して横幅を揃えて、切っていきます。まあこんな感じですね。で同じように反対側も切り揃えていきます。これでエンドキャップの仕上がりです。これをあと、全体で6枚ですけど、あともう1枚作って今日の作業は終わります。今日はこの場所に、レイズドベッドを設置したいので、少し、周りの基礎となるところを掘ってちょっと下げたいと思いますね。土をいろいろ使いたいものですから。でここに植わっていた大根がこんな感じのと、なんかすごく曲がってしまった大根が J 大根がありますでここを今から掘って、準備をしていきます。だいたいこのような形で設置することができました。でこの後にこの周りにプラスチックを貼って、その後にいろいろしていきたいと思いますので、こうご期待。培養土とか堆肥が入っていたその袋を、縦に半分に、長細くするために今切っています。でこれを使うことによってこのようにレイズドベッドの横側に貼り付けています。まあ木のところに貼り付けることによって木の腐食を少し減らそうかなと、あまり、ならないようにですね、考えています。パレットを崩している時にこのような幅が10センチ5ミリ ×3.5 センチの木が3メートルぐらいの木が1杯ありましたので、これをこの上にトップに置くようにします。そうすることによって木自体がしなることをなるべく避けるっていうのと、お尻をここのところに置いたまんま作業ができるっていうために、このようなことをしたいと思います。このような感じに段ボールを引いて、その後に枯葉や木材などを引いて堆肥にする予定です。こんな感じに一つはできました。この列に3つつける予定です。こうご期待。今日はこのところに最後の3つ目のレイズドベッドを置くために準備をしています。ただこの辺りにこのように里芋を植えて、保管していました。保管庫として土の中に里芋を入れていましたので、それを掘り出し、この場所にレイズドベッドをつけていきたいと思います。疲れました。ですけど3つの、レイズドベッドを作ることができました。ここに、あるように廃材だけで、作ることができました。ですから今回の使ったお金、
スクリューとかいろんなのは家にあったやつでやってるもんですから基本的に買ってはいません。ですから0円で作ることができました。でもこれから少しかかるよ。そうね。堆肥とかいろいろ入れる。まあ Cardboard, we put cardboard in it, and we put our own compost and some branches and sticks in the bottom, and then some regular dirt from the field here. And then on the top half, we'll put compost and manure and all the other good stuff. そのあたりは次回の動画で、撮影したいと思います。パレットで0円で作る、レイズドベッドということでお送りいたしました。ありがとうございます。